皆さんこんばんは、ナミです。今日もね、遅くまでお疲れ様でした。もうお布団に入ってる人もいるかな？それともまだちょっとスマホを見ながらゴロゴロしてる感じでしょうか？今日はね、すごく楽しいテーマでお話ししようと思ってまして。恋愛とかデートで使う日本語についてお話ししていきます。実はね、この前友達から相談されたんですよ。ナミちゃん、メッセージアプリで断るときってどう書けばいいの？って。これめっちゃ難しいですよね。だってさ、直接的に行きたくないとか嫌ですって書くわけにもいかないし、でも変に期待させるのも良くないじゃないですか。だから今日はね、そういうリアルな恋愛シーンで使える日本語をちょっとユーモラスに紹介していきたいなと思ってます。皆さんは好きな人にメッセージで誘われたことありますか？それとも逆にちょっと気が進まない誘いを受けたこととか？じゃあね、まず最初にメッセージアプリでの断り方からお話ししていこうかなと思います。これがね、本当に奥が深いんですよ。日本語ってさ、直接的にノーって言わない文化があるでしょ？だからね、断るときもすごく遠回しになるんです。例えばね、ごめん、今日はちょっとっていう言い方。これね、めっちゃ使われるんですけど、ちょっとの後に何も続かないのがポイントなんですよね。ちょっと忙しいとか、ちょっと用事があるって具体的に言わないんです。このちょっとだけでいけませんっていう意味が伝わるんですよ。でもね、これを外国の人に説明するとき、ちょっと何なの？何があるの？って聞かれちゃうんですよね。確かにそうですよね。ちゃんと理由言ってないもん。それでね、もう一つよく使うのが、また今度ねっていうフレーズです。これもね、すごく便利なんですけど、同時にすごく曖昧なんです。だってさ、また今度っていつ？って話じゃないですか。来週？来月？それとも永遠に来ない今度？実はね、このまた今度ねには2つのパターンがあるんですよ。一つは本当にまた誘ってね、次はいけるかもっていう意味。もう一つはごめんね、もう誘わないでねっていう社交辞令なんです。どうやって見分けるかって言いますと、ズバリ語尾です。
また今度ねって明るく言うときは本当にまた誘ってほしい感じです。でもまた今度かなってかなをつけてちょっとトーンダウンするとね、これはもう社交辞令の可能性が高いんです。語尾のねとかなってね、印象がガラッと変わるんですよ。ねは相手への同意を求める感じで親しみがあります。でも、かなは自分の中で完結してる感じで、ちょっと距離を置いてる印象になるんですよね。日本語って難しいですよね。同じ言葉でも言い方一つで全然意味が変わっちゃいます。私の友達でね、この前すごく面白いことがあってね、彼女がね、気になってる男の子に今度映画行こうよってメッセージしたんですって。そしたらね、帰ってきたのが、また今度ね、だったんです。で、彼女めっちゃ喜んでてさ、ナミちゃん、OK もらったって言ってたんですけど、私、そのメッセージ見せてもらったらね、絵文字も何もなくて、すごく淡白な感じだったんですよ。それでね、私、これは社交辞令かもしれませんよって言ったんですけど、彼女信じてなくて。で、結局、1週間後にまた誘ったらしいんですけど、既読無視されちゃったんですって。うわー。これはね、完全に社交辞令だったパターンですよね。かわいそうに。でもね、これって日本人同士でも難しいんですから、海外の人はもっと大変ですよね。だからね、もし誘われて、また今度ねって返事が来たら、ちょっと様子見た方がいいかもしれません。相手から次の誘いが来るまで待ってみるとか。ところでね、初デートの会話についてもお話ししたいんですけど、皆さん、初デートって緊張しますか？私ね、めっちゃ緊張するタイプなんですよ。だってさ、何話していいかわかんないじゃないですか。沈黙が怖すぎてね、変なことを言っちゃったりするんですよね。初デートでね、日本人がよく使うフレーズがあるんですけど、まず、緊張してるっていう質問です。これね、アイスブレイクにすごく便利なんですよ。だってさ、お互い緊張してるのが分かってるわけじゃないですか。それをあえて言葉にすることで、その緊張が和らぐんですよね。緊張してるって聞かれたら、はい、ちょっと緊張してますって素直に言った方がいいですよ。変に緊張してないですよとか強がると、逆に会話が続かなくなっちゃいます。素直さって大事ですよね。それでね、次によく使うのが、何食べたいっていう質問です。これね、めっ
ちゃ典型的なんですけど、デートでは絶対使うフレーズなんですよ。ご飯決めるときにね、必ず出てきます。でもね、ここで注意点があってね、女性が何でもいいよって答えることが多いんですけど、これ本当に何でもいいわけじゃないんです。わかる人いますか？そうそう。これね、あなたが決めてくれると嬉しいっていう意味なんですよね。だから男性はね、ここで、じゃあイタリアンとか和食とかどっちがいいですかって選択肢を出してあげるとスムーズに決まりますよ。実はね、私も前にデートしてた時に相手の人が何食べたいですかって聞いてくれて、私何でもいいですよって答えたんです。そしたらね、その人すごく困った顔して、じゃあラーメンでいいですかっていや、ラーメンデートでラーメンって思ったんですけど、私が何でもいいって言っちゃったから断れなくてね。結局ラーメン食べに行ったんですけど、まあまあ気まずかったですよね。だからね、何でもいいっていう時は本当に何でもいいのかちゃんと考えた方がいいですよ。そしてね、デートの最後によく使うのが楽しかった、ありがとうございますっていうフレーズです。これね、絶対言った方がいいですよ。だってさ、相手も楽しかったかどうか不安じゃないですか。だから楽しかったですって伝えることで相手も安心しますし、好感度がめっちゃ上がるんです。楽しかったですの後にね、また会いたいなって付け加えるとさらにいい感じになりますよ。でも、また会いたいですじゃなくて、また会いたいなってなをつけるのがポイントです。なをつけることで押し付けがましくなくて、でも気持ちは伝わるんですよね。日本語ってね、こういう細かいニュアンスがたくさんあって本当に面白いですよね。次はね、ありがちな勘違い日本語についてお話ししたいんですけど、これがまたね、面白いんですよ。皆さんね、日本語勉強してるときに、これ使っていいのかなって迷うことあるでしょ？例えば、かわいいねっていう言葉。これ、女性に対しては全然 OK なんですけど、男性に対して使うとどうなると思いますか？ちょっと複雑なんですよね。日本では最近は可愛いの意味が広がってきていて、男性に対しても使うことがあるんです。でもこれって褒め言葉として受け取られないこともあるんですよ。だってさ、男性はやっぱりかっこいいって言われたい人が多いじゃないですか。かわいいって言われると、
子供っぽいってことって思っちゃう人もいるんです。でも最近の若い世代だとね、可愛いって言われて嬉しい男性も増えてるんですよ。特に優しい雰囲気の人とか、柔らかい印象の方には、可愛いが褒め言葉になることもあります。だから、使うときは相手のタイプを見て判断した方がいいかもしれませんね。それで、もっとやばいのが、好きですっていう言葉です。これね、日常会話では絶対使わないんですよ。好きって言葉使わないんですかって思われるでしょ？はい、使わないんです。好きですって告白専用の言葉なんです。だからね、もし友達にあなたのこと好きですって言ったら、付き合いたいってことってなっちゃうんですよね。マジで。日常会話って何かが好きって言いたいときは、何々が好きっていう形で使うんです。ラーメンが好きです。音楽が好きです。みたいな感じですね。でも人に対して直接あなたが好きですとかあなたのことを好きですっていうのは告白になっちゃいますから気をつけてくださいね。でもね、もっとすごいのがあって愛してるっていう言葉です。これね、ほぼドラマ専用なんですよ。リアルではめっちゃ重すぎて日本人はほとんど使いません。私ね、日本人で愛してるって言葉を日常的に使ってる方会ったことないんですよね。マジで。映画とかドラマではめっちゃ出てきますけど、実際の日常生活では愛してるなんて言葉聞いたことないです。日本人は愛情表現がすごく控えめなんですよ。だから愛してるみたいな直接的な言葉よりも一緒にいると落ち着きますとかあなたといると楽しいですみたいな間接的な表現を使うことが多いんですよね。これって文化の違いだと思うんですけど、日本人は気持ちを言葉にするより行動で示すことが多いんです。例えばね、相手の好きなものを覚えてたり、体調悪い時に心配してくれたり、そういう小さな気遣いで愛情を表現するんですよね。だからもし日本人とお付き合いするときは、愛してるって言葉を期待するよりも、そういう小さな気遣いに注目した方がいいかもしれませんね。きっとその人なりの愛情表現が見つかると思いますよ。ところで、日本人がよく使うフレーズの裏の意味についてもお話ししたいんですけど、これがまたね、奥が深いんですよ。例えば、大丈夫っていう言葉です。これね、表面的には心配してるっていう意味なんですけど、
恋愛シーンで使われるとね、好意のサインになることが多いんです。だって、そんなに親しくない人には、わざわざ大丈夫ですかなんて聞かないじゃないですか。大丈夫って聞くってことはね、その人のことを気にかけてるってことなんですよね。だから、もし気になる人から大丈夫って聞かれたら、それは脈ありのサインかもしれませんよ。それね、さっきもちょっとお話ししましたけど、何でもいいよっていう言葉。これね、本当に要注意なんです。日本人が何でもいいっていうときは、本当に何でもいいわけじゃないことが多いんですよ。特に女性が何でもいいですよっていうときは、あなたが決めてくれると嬉しいとか、私の好みを分かってくれると嬉しいっていう意味が隠れていることが多いんです。だからね、何でもいいって言われても適当に決めちゃダメですよ。ちゃんと相手の好みを考えて提案しないとね。実はこの前友達の男の子とご飯に行った時に、彼が何食べたいですかって聞いてきたから、私何でもいいですよって答えたんです。そしたら彼が、じゃあナミさん、前にパスタ好きって言ってましたよね。イタリアンどうですかって言ってくれてね。めっちゃ嬉しかったですよね。だって私が前に言ったこと覚えててくれたってことじゃないですか。そういう細かい気遣いが大事なんです。そしてもう一つ要注意なのが、ちょっと考えさせてっていうフレーズです。これね、やんわり断ってる可能性が大なんですよ。だってさ、本当にやりたいことだったら、すぐにいいですよって答えるじゃないですか。考えさせてっていうことは、断りたいんだけど、直接的に嫌ですって言えないから、時間稼ぎしてるんですよね。特に、ちょっと考えさせてくださいって、ちょっとがつくとね、より微妙なニュアンスになるんです。ちょっとっていうのは、短い時間って意味ですけど、実際は多分無理ですけど、すぐには断りたくないっていう気持ちの表れなんですよね。だからもし、ちょっと考えさせてくださいって言われたら、期待しすぎない方がいいかもしれません。もちろん本当に考えてる場合もありますけど、多くの場合は断りの前兆なんですよね。難しいですよね。デートの NG 日本語についてもお話ししておきたいんですけど、これ知らないとね、せっかくのデートが台無しになっちゃうかもしれませんから、ちゃんと聞いてくださいね。まず、絶対言っちゃダメなのが、おごってくれるっていう言葉です。これ、めっちゃずうずうしい印象を与えちゃうんですよ。だってさ、いきなりお金払ってくださいって言ってるみたいですよね。
日本のデート文化では基本的に男性が支払うことが多いんですけど、それを女性側から要求するのはマナー違反なんですよね。もし男性が僕が払いますよって言ってくださったら、ありがとうございますって受け取ればいいですし、もし割り勘になりそうだったら自然に財布を出せばいいんです。でも最近は割り勘が普通っていうカップルも増えてますから、一概には言えないんですけどね。ただ、おごってくれますかっていう直接的な言い方は、どんな状況でも避けた方がいいかなって思いますよ。それでね、次に気をつけたいのが、疲れたっていう言葉です。これね、場合によってはマイナスになっちゃうんですよ。例えば、デート中に何回も疲れましたかって聞かされるとさ、私つまらなそうに見えてる？とか、この人私と一緒にいて疲れてるのかなって思っちゃうんですよね。もちろん相手を気遣って聞く言葉なんですけど、あんまり何回も聞くと逆効果になっちゃいますから、使うタイミングが大事なんです。例えば、たくさん歩いた後とか、明らかに疲れてそうな時に、一回だけ優しく聞くのはいいと思いますよ。そして、最後に紹介したいのが、付き合ってくれるっていう言葉です。これ、直球すぎて誤解されやすいんですよ。日本語で付き合うっていう言葉は恋人関係になるっていう意味なんですけど、付き合ってくれますかって聞き方だとね、一緒に来てくれますかみたいな意味にも聞こえちゃうんです。だから告白するときは、付き合ってくださいとか、恋人になってくださいっていう、もっとはっきりした言い方の方がいいかもしれませんね。もしくは、好きですっていうシンプルな告白の方が気持ちが伝わりやすいかもしれません。実は私の友達でこういう失敗した子がいましてね。彼女ね、気になってる男の子に付き合ってくれますかってメッセージしたんですって。そしたら相手が、どこ行くんですかって帰ってきたらしいんです。彼女の意図は恋人になってほしいだったんですけど、相手は一緒にどこか行くんですかって意味で受け取っちゃったんですよね。これはもうめっちゃ気まずいですよね。結局彼女、もう一回ちゃんと好きですって言い直したらしいんです。でもね、こういう失敗って日本人同士でもあるんですよ。だから外国の人たちが日本語で告白するのってもっと難しいだろうなと思います。きっとすごく勇気がいりますよね。恋愛の日本語って本当に微妙なニュアンスが大事。同じ言葉でも言い方一つ、タイミング一つで全然違う意味になっちゃうんですよ。例えば、好きっていう言葉も、好きですっていうのと、好きだよっていうのと、好
きなんだっていうのでは、ニュアンスが全然違うんです。好きですは一番ストレート。好きだよは親しみを込めた感じ。好きなんだは自分の気持ちを伝える感じみたいな。これを全部説明するのは難しいんですけど、日本語を使っているうちにだんだん感覚で分かってくると思いますよ。だからたくさん日本のアニメを見て、たくさん日本語を使ってみることが大事なんです。それでもう一つ大事なことがあってね、日本人って言葉で愛情表現するのが苦手な分、態度とか行動で気持ちを示すことが多いって、さっきもお話ししましたけど、これ本当に重要なんですよ。例えば、毎日おはようのメッセージを送るとか、相手の好きな飲み物を覚えてるとか、誕生日をちゃんとお祝いするとか、そういう小さなことの積み重ねが日本人にとっては好きっていう言葉よりも大きな意味を持つことがあるんです。だからもし日本人の恋人ができたらね、言葉だけじゃなくてそういう小さな気遣いにも注目してほしいなと思いますよ。きっとその人なりの愛情表現がそこにありますから。私の友達でめっちゃ面白いカップルがいてね、彼氏さんが外国の方で、彼女が日本人なんですけど、彼氏さんはね、しょっちゅう愛してるっていうタイプなんですって。でも彼女はそういう言葉を言うのが恥ずかしくて、あんまり言い返さないんですって。最初は彼氏さんが僕のこと好きじゃないのって心配してたらしいんですけど、彼女は毎日お弁当を作ったり、彼の好きなお菓子を買っておいたり、そういう形で愛情を示してたんです。それで彼氏さんもだんだん、これが彼女の愛情表現なんだって分かってきて、今はすごくいい関係らしいですよ。そうそう。こういう文化の違いを理解し合うことがね、国際恋愛では特に大事なんですよ。お互いの文化を尊重しながら、自分たちなりのコミュニケーションの形を見つけていくっていうのが素敵だなって思います。でもやっぱり言葉も大事ですよね。特に日本のアニメを見たい方たちはね、日本語で気持ちを伝えたいって思われるでしょ？その気持ちめっちゃわかりますよ。だから今日紹介したフレーズとか気をつけるポイントとかを参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。最後にもう一つだけすごく大事なことをお伝えしたいんですけど、それは失敗を恐れないでほしいってことです。日本語で恋愛の会話をするのって日本人でも難しいんですよ。だから外国の方たちがね、間違えたり変なことを言っちゃったりするのは全然普通のことなんです。それでもし変なこと言っちゃっても笑ってごめんなさい、日本語難しいです
て言えばいいんですよ。相手もきっと理解してくださいますし、一緒に笑えると思います。そういう失敗も含めて、コミュニケーションって楽しいものだと思うんですよね。私も日本語のニュアンスを外国の友達に説明するとき、うまく伝えられなくて困ることがたくさんあるんです。でも、そういう時こそお互いに学び合えるチャンスだと思いまして。こういう意味なんですよ。へえ、そうなんですね。っていう会話自体がすごく楽しいんですよね。だから皆さんも日本語を使うときは完璧を目指さなくていいですから、楽しむことを大事にしてほしいなって思いますよ。間違えたっていいんです。大事なのは気持ちを伝えようとすることですから。日本語の恋愛表現っていうのはすごく繊細で、言葉の裏に隠れた意味がたくさんあるってことです。そして言葉だけじゃなくて、態度や行動で愛情を示すことも大事だってことです。メッセージアプリで断るときは、直接的に言わずに、ちょっととか、また今度ねとかの湾曲表現を使うこと。初デートでは、緊張してますかとか、何食べたいですかとかの定番フレーズを使うこと。そして、かわいいね、好きです、愛してる、みたいな言葉は、使う相手とタイミングに気をつけることとかですね。あと、大丈夫？何でもいいよ。ちょっと考えさせて。みたいなフレーズには、表面的な意味だけじゃなくて、裏の意味があることも多いですから、そのニュアンスを読み取ることが大事だよっていうお話をしました。そしてデートでは、おごってくれる？疲れた？付き合ってくれる？みたいな言葉は、使い方を間違えると誤解されやすいですから、注意が必要だってこともお伝えしました。こういう細かいニュアンスってさ、教科書には載ってないことが多いじゃないですか。だから実際に日本人と会話したり、日本のアニメを見たり、そういう経験を通して学んでいくことが大事なんだと思いますよ。でも、アニメとか見るときに一つ注意してほしいのが、アニメはちょっと大げさな表現も多いってことです。特に恋愛アニメとかだとね、現実ではあまり使わないような言葉も出てきますから、これ本当に使うのかなと思ったら、調べてみるといいかもしれませんね。それで、もう一つ大事なのが、告白する時の雰囲気とかタイミングなんですよ。日本人って雰囲気をすごく大事にする文化がありますから、いきなり明るい場所で告白するよりも、ちょっと落ち着いた場所で二人きりになれるタイミングを選ぶといいかもしれませんね。例えば、デートの帰り道とか、夜景が綺麗な場所とか、そういう雰囲気のある場所で告白すると、より気持ちが伝わりやすいんですよね。
これは日本に限らず、どこの国でも同じかもしれませんけどね。私の友達がこの前すごく素敵な告白をされたってお話を聞きましてね。彼がデートの帰りに公園の前で立ち止まって、ちょっと話したいことがあるんですけどって言ったんですって。それで二人で公園のベンチに座って、彼が実は前から好きでした。僕と付き合ってくださいって言ってくださったらしいんです。ああ、めっちゃ素敵じゃないですか。友達もすごく嬉しかったって言ってて、もちろん OK したんですって。そういうお話を聞くと、やっぱり恋愛っていいなって思いますよね。言葉とか文化とかいろいろ難しいこともありますけど、好きっていう気持ちは世界共通ですもんね。でも告白って必ずしも成功するわけじゃないじゃないですか。振られちゃうこともありますよね。それはそれですごく辛いことだと思うんですけど、でも気持ちを伝えたこと自体は後悔しないと思うんですよ。だってさ、伝えないであの時言えばよかったって後悔するより、伝えて結果がどうであれ前に進める方がいいじゃないですか。これは私の個人的な意見なんですけどね。それでもし振られちゃった時に使える日本語もちょっと紹介しておきますね。日本人は振る時もすごく優しい言い方をすることが多いんです。例えば、ごめんなさい。今は恋愛する余裕がなくて、とか、友達としてこれからも仲良くしたいです、とか、そういう言い方をするんですよね。これも相手を傷つけないようにっていう配慮なんですけど、逆に言えば、はっきりとノーって言わないから分かりにくいこともあるんです。だからもしそういう言葉を言われたら、それは残念ながら断られてるってことなんですよね。今はっていう言葉に希望を持ちたくなりますけど、大抵の場合は遠回しな断り方なんです。難しいですけど、これが現実なんですよね。でも、振られたからって人生が終わるわけじゃないですから。新しい出会いはきっとありますし、その経験が次の恋愛に生きることもありますよ。だから、落ち込みすぎないでほしいなと思います。恋愛のお話をしてるとさ、本当にいろんなパターンがあって面白いなって思うんですよね。人それぞれ恋愛のスタイルも違いますし、表現の仕方も違います。でもみんな誰かを好きになって、その気持ちを伝えたいと思うことは同じなんですよね。今日は恋愛とデートで使う日本語についていろいろお話ししてきましたけど、楽しんでもらえましたでしょうか？メッセージアプリでの断り方から初デートでの会話、勘違いしやすい日本語、裏の意味がある表現、そして NG 日本語まで結構盛りだくさんでしたよね。
でも、これを全部覚えなきゃって思わなくて大丈夫です。大事なのは、相手とのコミュニケーションを楽しむことですから。日本語が完璧じゃなくても、気持ちがあれば伝わりますし、相手もきっとそれを分かってくれるはずです。言葉はあくまでツールであって、大事なのは中身です。でもそのツールを上手に使えるようになれば、もっと気持ちが伝わりやすくなりますし、相手との関係も深まると思うんですよね。だから今日お話ししたことが、そのための手助けになったら嬉しいなと思ってます。それでは、そろそろお時間になってきましたので、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。また次の動画でお話しできるのを楽しみにしてますね。よかったらチャンネル登録お願いします。恋愛頑張ってる人を応援してますからね。じゃあ、おやすみなさい。いい夢見てください。ナミでした。